この樹皮がこれのやつ。これが秋に入れ。誰かしてくれないかで私が手を挙げて行ったんですよ、沖縄に。飲食未経験ですけどなんかいろいろ経験したいんでって言って最初手を挙げて行ったはいいものの、飲食初めてだから、まあ、それまでに福岡で1ヶ月間だけ修行させてもらって、飛び込みでですね行って、ここで働かせてくださいみたいな感じで福岡のイタリアンがあるんですけど、そこで1ヶ月だけ勉強して、そこから沖縄行ったんですよ。で行ったんですけど、飲食業界初めてだったんですごいやられて、なんか打ち止めされたというかそうなんかで、それでシェフたちもその時ちょうどもう私が行って2ヶ月ぐらいで辞めるってなって、で1人になったんですよ。その時もうみんないなくなっちゃって、でそこからもう1人だけどやるしかなくて、でまあ1人でもうその時からもうキャッチとかもうそこのなんだろう、歩いてる人に声かけてお店来てくださいとか、止まってる車にトントンしてこのチラシもらってくださいとかやって、なんとかお店つないで、でまあ常連さんもできて、そこから料理人も入ってきてくれて、でちょうど和食料理人だったんで、それだったらじゃあ私漁師の娘だから長崎の魚を沖縄に引っ張ってくるって言ってで一人で地元の漁師さんのところにアポ取って行って、沖縄に降ろしてくださいみたいなお願いして、で最初はですね、うちの父が漁労長をしてるんですよ。だから漁労長の娘の言うことをだから仕方なく聞かないとなみたいな感じの漁師さんたちだったんですけど、まあ、徐々に毎月平戸に通って、それでだんだんこう気持ちを心開いてくれて、やり取りするようになって、漁師さんの思いを届けるこうつなぎ役になろうと思って、そこからただのなんか飲食店をやるんじゃなくて、私はつなぎ役、そのいろんな架け橋になれる人なんだよっていうのを旦那さんが教えてくれて、だからもうそこから飲食の現場何もできなくてもつなぎ役としていろんな人の思いをつないでいく人であればなと思って今やってます。対馬山猫っていうお酒があるんですよ。山猫で揃えました。対馬ってこうね、山が宝の宝庫なんで、このね、自然のやつが、自然の山椒を山に行けばいくらでもあるんで、昨日冷凍してたやつ。そう、すごいね、全部取るやあ、やっても。いや、おはようございます。本当に一日だ。メニュー表を変えました。そうなの？あ、はい、じゃあ特盛りのかき揚げでお願いします。ありがとうございます。はい。お待ちください。はい。かけの特盛りでかき揚げもお願いします。やっくんでかっ。特盛りだから。お待たせしました。特盛りです。はい。そう。ごゆっくりどうぞ。沖縄のお店をやりながら、やっぱ私魚今まであんまり美味しいとか味の違いとか分からず食べてたというか、美味しいって思って食べてたことが多分なかったなと思って、地元にいて。だからお醤油が美味しいから美味しいと思ってたんですよ、お魚
でも沖縄のお店で自分の地元のお魚を売ってその常連さんたちがみんななんか美味しい美味しい言ってくれて、なんか長崎の魚はやっぱ美味しいよみたいなみんな言ってくれるのを見て、実際に見て感じて、ああそうなんだなっていうか、ああこれを売っていかないとなって思ったのと、あとはやっぱ地元の漁師さんの熱い思いですね。なんかこうゆうみちゃんが頑張ってくれるなら俺たちも頑張って送るけんみたいななんかもう期待してるよみたいな、もうゆうみちゃん任せたよみたいな地元の方たち、漁師さんたちがもうみんな言ってくれてるんで、なんかもう自分が目標を作ったっていうか、周りがこう頑張ってってこう押し上げてくれてるのに、そういうのに鍛えたいっていうので、世界へ持っていくことが今関わってる漁師さんたちへの恩返しかなって思ってだからそこをやらないことにはやっぱ恩返しにならないので、ちょっとそこは目指してますね。ありがとうございます。すいません。はい、またお待ちしてます。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。どうぞよ。肉うどんかけが2です。もうみんな純粋に魚が好きで、海が好きな男の集まりなんで。素敵。あれだね、折れるんだね。まずは漁師さんとの人間関係を築くには、この人って朝3時とか船で出すから夜飲まないんですよ。だから夜会えないんで、居酒屋、本当は居酒屋がいいんですよ、那覇でやってたように。でもできないから、じゃあ漁師さんたち帰ってきてお腹空いてて体冷えてるんで、さあうどんだったら1杯1000円だから週3回も4回も来てくれるじゃないですか。それでうどん屋さんなんですよ。そう本当に見事それがハマって、漁師さんが今日取ってきたよって魚持ってきてくれて、それで今どんどんその漁師さん人脈ができて、でこういうことやりたいんですっていうのを、ね、伝えると、じゃあそうだったら俺もやるよみたいな。まだ1ヶ月しか来てないんですけど、かなり漁師さんの今仲間が増えてきて、それでうどん屋さんですはい、かけ。やっぱ高校のお店があるからこそ漁師さんが集まって今日も飲み会をしたりとか、関係性が深まって、じゃあこういうのできるね、ああいうのできるねで、みんなでこうそれぞれの得意分野を飲むことによって知れて、でじゃあね、ここで私たちのためならじゃあ力貸すよとか、そういう人間関係が作れていくのがやっぱここの役割というか、私がやるべきことかなと思って、やってます。じゃあお店がなんか、拠点じゃないけど、そういうところになっていってる。そうですね。もう元々そういうのを目標にここは始めたので、やっぱ漁師さんたちとつながりを持つ場。ここのお店がなかったら絶対そういう話にならないと思うんですよ。なんかこうお魚をこうやって持ってきてくれたりとか、もうこのお店があるからだろうし、こういうお店をやってないと私たちのその人となりがわからないじゃないですか。とかよそ者だからこの人たち逃げるかもみたいな、田舎だから思われちゃうかもしれないんですけど、やっぱこういうお店を構えることでなんかやっぱ対馬に貢献してこう信じてもらう、信頼してもらう、そして今後の目標につなげていくためのこう力を貸してもらう、そういう場だと思って、やってます。
あれですよね。お待たせしました。フグはね食べれないからいいんですけどね、傘ごとカニが取られたのもショックで。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。基本真ん中です。これで左から盛り付け。そうですね。特製の時だけ鰹節。감사합니다.お茶ごめん、今からやります。はい。決まりました。はい、少々お待ちください。一人。すいません。あゆみさん特製。ネギ多め。ちょっと漁師さんと約束してるから食事しに行って、その後また夜の準備がある。急いで食べます。ご飯食べる時間なかった。朝食ったからね。なんか2人は作りながら試食してるから。そんなことないっすよ。そう、確かめ。
お客様にね、出していいレベルかどうかの。味見。ごちそうさまでした。はいはい。気分転換して。海が近いですね。そう、めちゃくちゃ近いからいいですよね。いいですよね、めっちゃ綺麗。お疲れ様です。アジアジ？アジうまい。うわ、すごい。うまっちゃっ今日朝食べに来た。やっぱ軽トラいいですね、洗えるかいい軽トラよ。はい、じゃあ。ら。ね、やっくんさんもお疲れ様です。はい、お疲れ様です。約まだ済ませます。あ、はい。お待ちしてます。ここから出港するんですか？ここからはい、ここにずらーって今船がないのもあるんですけど、多分今沖に出てる。あ、そうなんですね。いないです。今日は魚が見れない。手焼き、もみじ、あとくぬぎ抜き。これ手焼きです。買えない。山にいつでも行けるように買いました。ね、長靴を。長靴を。そうそう。これはくぬぎ。もみじはじゃあこの辺がいいかな。ここに植える？これは今何をしてですね、今回その漁師さんの細井さんから移住記念に植樹しようっていう提案をいただいてて、こう移住してからこの苗をいただいてこうポットで育ててたんですけど、今回こう森にもう植樹っていう形で植えたってなるんですけど、海を知ることはこう山を知ることだっていうのを細井さんが教えてくださって、だからこうやっぱ漁師も海だけじゃなくてやっぱ山も知ることでこうなんか全部自然はつながってるからっていうので、こう森林再生をずっと取り組んでらっしゃる細井さんと一緒にこう私たちもちょっと山作りをこれからしていこうっていう第一歩です。はい。まあ言ったら資源じゃないですか。資源を取ってるからこう戒めとしてこう山をやってるみたいな言葉を聞いたんですよ、前。それであーってそういう考え方なかったなと思って、ただ漁師は魚取ってそれで食べていけてる、でもそれは資源を壊してることだみたいな、なんかこう魚の命をいただいてるから、そのなんかこう返すじゃないけど山を再生することでこう自分が亡くなった後もこの森はずっと生き続ける、自分の子供とか孫とかがこう木陰で休んでくれたりとかしたら幸せやなみたいな話を一回してくださって、それに私も感銘を受けて、なんか一緒にやっていけたらなって思いながらはいやってます。対馬と一緒に育っていかないとね。何年か後に来た時に植えたなっていう。そうですね。多分すぐ自分よりは大きくなるから。人間縮んでいくけどそうですね。そうですね。これ全部やったら大変っすね。OK ですね。はい。はい。じゃあ持ってきよでね、誰が植えた木なんてね関係ない方がいい。平田君はこれが対馬平田です。おうまともや。う。めちゃ違うよ。花だよ。やだ。ダチョウは花だよ。もうじゃあインスタにあげようかな。こっちもすごい。どこまで？どこまで行ってるの？結構広い。これもケヤキの中。ねさあ、これでいた。そう。後からいつも増えてくる。なんかね、わかんないやつにいっぱいなってる。何人になるかわからない。いいことやな。
ちはもう中にいるからてんてこまいなんですよ。ありがとうございます。もうね。もうすごい。穴子とアマダイとレンポ。さあ、忙しいかな。ありすぎ。また皮作るの？売り物なくなっちゃうの？ねえ。確かに。対馬を選んだ理由って何？やっぱり沖縄でずっとこの魚を扱う仕事をしてた時にみんなが口揃えて対馬の魚には勝てないってみんな言ってました。漁師さんとかうちの父も言ってましたけど、やっぱ対馬の魚漁場はすごくいいって言って、あそこにはやっぱ勝てないよとかいう言葉をたくさん聞いてたので、魚種も多いこの対馬だからやっぱ魚を世界に持っていくには自分がまずそこに行ってなんか現地調査じゃないですけどこう知らないと魚を知れないなって思ってだからもう行くしかないなって感じでしたね、対馬に。で対馬って日本から見たらこう端っこなんですけど、アジアで見たらアジアの中心の場っていうのをよく対馬の方が言ってるんですけど、確かにそうだなっていうのは私も思って、まあ、世界に売っていくにはもう近い場所で、まあ、こんだけ国際交流もある場所なので、まあ、チャンスはたくさん広がってるかなっていう思いで来ました。沖縄ももう本当に捨てがたかったんですけどもうめちゃくちゃいいお客さんに囲まれてすごい繁盛してて、なんでこれを捨てていくのみたいなめちゃくちゃ言われてたんですけど、やっぱり目標は世界だったんで、もうね苦しい決断をしたっていうかそれでも対馬に魅力があったし、そうですね、もうやるしかないというか、やっぱ平戸の漁師さんたちにもやっぱ恩返ししないといけない、地元の人たちにやっぱ私はこう背中で示していきたいなっていうのもあったので、なんかなんでってこう言われることをこう抑えてでもやっぱ行った先で 2,3 年後こう世界に行ってやっぱ良かったねって言われる未来が見えてるので、はい、それでも対馬を選んだ理由はやっぱそこですね。みんなにやっぱ恩返しをしたい、自分が頑張ることでそうですね、みんなが笑顔になる未来を想像してるそんな感じですカンパチです。はい。カンパチであごだしのしゃぶしゃぶの。贅沢ですよ。刺身でも食べれるのにしゃぶしゃぶしちゃうっていう。めちゃくちゃ贅沢な食べ方。はい。ネギと一緒に食べるのがまた美味しいんで。夜はしないでくれ。これまでするんです。水菜が美味しいんで入れます。僕が見て彼女はもうとにかく大きな目標を持っているので、なかなか今はね大きな目標を持ってても世界にね飛び出せないね日本人が多い中でそれを飛び出そうとしている、珍しい子珍しい若い子ですね。ピアノは青だしね、飛びがすごいですもんね。野菜が多い方が美味しい。福岡にいるんですよ。はい。でもしばらく帰ってこないって言うんですよ。ね、予約制でね。変わらない。そうそうそう。あの人の上司がうちの常連さんなんで、その上司さんがもう犬本